お聞きいただきありがとうございます。こちらは子育て世代の皆様へ送る最新トレンド情報番組です。本日は我が子の好きを知る。2025-2026年小中高生トレンド徹底解剖と題してお送りいたします。お子さんが今何に夢中になっているのかご存知でしょうか？スマホばかり見ていてわからない。会話が続かない。そんなお悩みを持つ親御さんも多いかもしれません。本日は最新の統計データやアンケート調査に基づき、日本の小中高生の間で流行しているものやことを徹底的に深く釣りしてまいります。これを聞けば夕食の時の会話がいつもより少し弾むかもしれません。それでは参りましょう。まずは子供たちの耳を虜にしている音楽の話題からです。今の小中高生が最も支持しているアーティスト、誰だか予想がつきますでしょうか？ 2025 年の最新調査によりますと、小学生、中学生、そして高校生のすべての世代で1位に輝いたアーティストがいます。それは、ミセス・グリーンアップルです。数年前から人気ですが、2025年現在、その支持は不動のものとなっています。なぜこれほどまでに人気なのでしょうか？アンケートの声を見てみますと、歌詞が心に刺さる、悲しい時も嬉しい時も寄り添ってくれる、といった情緒的な深さを評価する声が多く上がっています。また、ボーカルの大森元樹さんの圧倒的な歌唱力をバケモン級と表現して称賛する中学生もいるようです。ここで一つ、親御さんが知っておくと面白い豆知識をご紹介しましょう。なぜ、小学生までもが彼らの曲をこれほど知っているのか。実は、家庭内のサブスクリプションサービスが影響しているという分析があります。多くのご家庭で Amazon プライムや YouTube プレミアムなどを契約されていますよね。リビングや車の中で親御さんが流している音楽を子供たちが自然と耳にしているという、いわゆる協調体験がこの爆発的な人気の背景にあるようなのです。面白いことに、小学生の好きなアーティストランキングの6位には、ビーズや L1 引用フアーク ENCL といった親世代ドンピシャのレジェンドバンドもランクインしています。これもまさにドライブ中に親御さんが聴いている曲を子供たちがかっこいいと感じて継承している証拠と言えるでしょう。お子さんが古い曲を口ずさんでいたら、それお父さんも好きなんだよと話しかけてみるチャンスかもしれません。続いては2位以下のアーティストも見てみましょう。中高生全体では2位に米津玄師、3位にYOASOBIがランクインしています。米津玄師さんは特に男子高校生からの支持が厚く、ボカロ P 時代からの独特な世界観や緻密な楽曲構成が音楽通な男子たちをうならせているようです。一方、YOASOBIは小説を音楽にするというコンセプトがアニメや読書好きの層に深く刺さっています。特にアニメ推しの子の主題歌アイドルのヒットは記憶に新しいですが、最新のアニメタイアップ曲でも作品の世界観を壊さずに要素を取り入れる歌詞の巧みさが絶賛されています。また、女子高生の間では K-POP グループの TWICE やエスパ、さらにはオーディション番組から生まれたタイムレスなどが注目を集めている点も見逃せません。次は現代の子供たちのテレビとも言える YouTube の世界を覗いてみましょう。小学生が一番見ているゲーム実況 YouTuber 誰だと思いますか？なんと6年連続で1位を獲得している絶対王者がいます。それはヒカキンゲームズです。調査対象の小学生の約4割が彼を一番に見ていると回答しており、その人気は圧倒的です。人気の理由はやはりその安心感。言葉遣いが丁寧で明るく楽しい実況スタイルは親御さんとしても安心して見せられるコンテンツと言えるでしょう。そして2位にランクインしたのがシロピノという男女2人組の YouTuber です。くすっと笑える動画をモットーにマインクラフトやロブロックスといったゲームの中で仲良く掛け合いをする様子が特に低学年のお子さんたちに支持されています。また女子中高生の間ではインフルエンサーへの憧れも強いようです。2025年の調査では俳優の杉浦太陽さんと辻希美さんの長女である木空ノアさんがインフルエンサー部門で1位を獲得しました。ファッションやメイクがおしゃれで全女子の憧れといった声が寄せられています。他にもメイク動画が人気のみなみさんや美容系クリエイターのハウスダストさんなどがコスメ選びの参考として絶大な信頼を得ています。
彼女たちが紹介したコスメはすぐに売り切れることもあるそうですから、娘さんがこれが欲しいと言ったら、それは動画の影響かもしれません。動画コンテンツでもう一つ、興味深いトレンドがあります。ASMR をご存知でしょうか？咀嚼音などの音を楽しむ動画ですが、最近は、バヤシさんやのすけぼっち飯さんのように豪快に料理を作って食べる動画が人気です。自分ではこんなに食べられないけど、見ているだけで幸せになるという、ストレス解消のような見方をされているのが特徴です。さて、次は子供たちの共通言語、ゲームについてです。2025年、Z 世代の間で最も流行しているゲームアプリがあります。それが、ポケモントレーディングカードゲームポケット、ポケモントレーディングカードゲームポケット、通称、ポケポケです。これは、スマートフォンのアプリで手軽にポケモンのカードを集めたり、対戦したりできるゲームです。調査では3期連続で1位を獲得するほどの社会現象となっています。特に男性層での人気が凄まじく、全年齢層で1位となっています。毎日少しずつパックを開封できるワクワク感が子供だけでなく、かつてポケモンカードに熱中した大人たちも巻き込んでいるようです。家庭用ゲーム機では2025年2月末に発売されたモンスターハンターワイルズが大ヒット。発売から1ヶ月で世界販売本数が1000万本を超え、大学生や社会人を中心に狩猟生活に没頭する人が続出しました。また、小学生が遊んでいるゲームタイトルとしては、不動の1位がマインクラフト。2位はスプラトゥーン、そしてマリオカートの人気も再燃しています。これらは友達とオンラインでつながりながら遊べる点が共通しています。さらにデジタルだけでなくアナログなカードゲームもブームなんです。ITO 糸というゲームをご存知でしょうか？これは1から100までの数字が書かれたカードを引き、その数字を言葉で表現して小さい順に出していく協力ゲームです。例えば、お題が人気のある食べ物で、自分の数字が10だとしたら、食パンの耳くらいかな？といった具合に伝えます。数字を直接言ってはいけないのがミソで、価値観のズレに大笑いできるのが魅力です。修学旅行や休み時間の定番になっているようですよ。お次は、おもちゃのトレンドです。ここ数年、おもちゃ業界では、リバイバルがキーワードになっています。親世代が子供の頃に遊んだおもちゃが令和版として進化して帰ってきているのです。おもちゃ屋さんが選んだ2025年に売れるおもちゃランキングのゲーム&パズル部門で1位になったのは、なんとブタミントン。昭和世代には懐かしいあの豚の鼻息で羽を飛ばすゲームです。また、たまごっちもリバイバル版が大人げ。たまごっちコネクションとして通信機能が進化した形で復活し、親子で育成を楽しむご家庭も増えているそうです。そして忘れてはならないのがカプセルトイ、いわゆるガチャガチャです。今や市場規模は1000億円を超え、第5次ブームと言われています。最新のトレンドは平成レトロと超精巧ミニチュア。ガラケーや MD プレイヤーのミニチュア、あるいは純喫茶の看板メニューをリアルに再現したものなどが Z 世代にはエモい、大人には懐かしいと刺さっています。中にはカエルの鳴き声や電車の発車メロディーが流れるような音にこだわった商品もあり、もはや子供のおもちゃの域を超えた作品となっています。続いては体を動かすスポーツの話題です。まずは見るスポーツから。青少年のスポーツ観戦率の調査では、1位はプロ野球、2位は高校野球と野球人気が依然として高いことがわかります。特に男子中高生の間では、プロ野球やメジャーリーグへの関心が高く、大谷翔平選手などの活躍が影響しているのでしょう。一方、女子に人気なのがバレーボールです。男子日本代表、龍神日本の活躍により、アイドル的な人気だけでなく、競技そのもののファンになる女子が増えています。次にやるスポーツ、つまり習い事です。小学生の習い事ランキング、不動の1位はやはりスイミングです。風邪をひきにくくなる、体力がつく、という健康面でのメリットが、親御さんから圧倒的な支持を得ています。そして今、急上昇しているのがダンスです。中学校での必修化や、TikTok でダンス動画を投稿する文化が定着したことで、男女問わず人気が高まっています。また、意外なところでは、プログラミング教室も人気急上昇中。2025年から大学入試で情報が必須科目になったこともあり、習い事として定着しつつあるようです。
ここで、ちょっと変わった身体を動かすトレンドをご紹介しましょう。2025年、SNS を中心に爆発的に流行した走り方があります。その名も、江戸走り、江戸走り。体を横に向け、カニのように手足を動かして進む、ナンバー走りのような独特なフォームです。もともとは、大場勝則さんという方が、膝への負担が少ない走り方として10年以上研究して考案された、真面目な古武術的な奏法なのですが、その見た目のコミカルさが若者に大受けしました。TikTok や Instagram で遅刻しそうな時の江戸走りや B リアルの通知が来た瞬間に江戸走りといったネタ動画として拡散され、2億回以上再生される一大ムームとなりました。B リアルというのは、1日1回ランダムな時間に通知が来て、2分以内に写真を撮って投稿しなければならない SNS アプリです。この通知が来た瞬間に、みんなで一斉に江戸走りをして写真を撮るというのが学校での遊びになっているようです。一見ふざけているようですが、実際に疲れない、膝に優しいという効果もあり、ジムで真剣に実践する若者もいるとか。面白い現象ですね。次は、放課後や休日の遊び場、娯楽施設について。中高生にとって、今も昔も変わらない居場所といえば、やはりカラオケやラウンドワンなどのアミューズメント施設です。特にカラオケでは、先ほどご紹介したミセスグリーンアップルや夜遊びのような難易度の高い曲を歌いこなすことが一種のステータスになっています。また、推し活の一環としてカラオケルームを飾り付けて好きなアイドルの誕生日を祝う本人不在の誕生日会を開くのも定番の楽しみ方です。そして、ファミリーレストランも重要な拠点です。学生時代に通ったファミレスランキングという少し懐かしい調査では、ロイヤルホストが1位という結果もありましたが、今の学生たちがリアルに日常使いしているのは、やはりサイゼリヤでしょう。安くて美味しいというのが最大の理由ですが、メニューにも人気の偏りがあります。サイゼリヤの人気メニューランキング1位は、ミラノ風ドリアを抑えて、小エビのサラダなんです。プリプリのエビと特製ドレッシングの相性が抜群で、野菜嫌いの子でもこれなら食べるという魔法のサラダです。2位は辛味チキン。骨付きですが柔らかく、辛さも控えめで、友達とシェアしやすいのが人気の秘密です。一方、九州地方にお住まいの学生さんにとっては、ジョイフルが圧倒的なシェアを誇っています。地域で一番安価を目指すその姿勢が、学生のお財布の強い味方となっているようです。最後に、食のトレンドをもう一つ。ファストフードやスイーツの分野では、今何が流行っているのでしょうか。ミスタードーナツの人気ランキングを見てみますと、1位はダントツで、ポンで、リング。あのもちもちした食感は、世代を超えて愛されていますね。そして、女子高生を中心に大流行している食べ物があります。それが、マラつゆ、マーラータンとアサイーボールです。マラつゆは、春雨や具材を自分で選べる、中国発祥の辛いスープ。自分好みにカスタマイズできる点や、ヘルシーな春雨を使っている点が、ダイエットを気にする年頃の女子に刺さっています。第2のタピオカブームのような熱気を見せています。アサイーボールも、健康志向とハエの両立で再ブレイク中です。いかがでしたでしょうか。音楽なら、ミセス YouTuber なら、ヒカキンやチロピのゲームなら、ポケポケやマイクラ。そして謎の動き、江戸走りに、おやつのポンで、リング。これらのキーワードを会話の中にさりげなく散りばめてみてください。なんでそんなこと知ってるのとお子さんの目が輝くかもしれません。流行は移ろいやすいものですが、その根底にある友達と共有したい、楽しい時間を過ごしたいという気持ちは、親御さんの世代と変わらないはずです。ぜひ、お子さんの好きを入り口に、楽しいコミュニケーションの時間を作ってみてください。本日は、2025年の小中高生トレンドについてお伝えいたしました。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。